はいどうも皆さんこんにちは。今回は初期徳川政権についてお話ししていきます。豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いを経て徳川家康は天下人となりました。その後徳川家康は征夷大将軍に任命され、江戸、現代でいう東京に江戸幕府を開きました。こうして江戸時代が始まったのです。今回お話しするのは、そんな江戸時代初期の政治はどのようになっていたのかというお話です。それでは早速徳川家康の征夷大将軍任命から見ていきましょう。1603年、徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任命されました。これによって今までは他の大名と同列の存在だった徳川家が他の大名の上に立つ存在となったのです。当時豊臣家の当主である秀頼はまだ子供だったので政治を行うことはできません。つまり政治の実権は徳川家康が握っている状況でした。すでに歴史を知っている我々からするとこの後の展開を知っていますが、当時を生きる人たちは知る由もありません。それは当時を生きていた家康も同様で、もしも今自分が死んだら政治の実権を豊臣家に奪い返されるだろうと思っていました。つまりこの段階では徳川家が安泰とは言えないのです。この状況に危機感を抱いた家康は手を打ちました。将軍に就任してわずか2年足らずで息子の秀忠に将軍職を譲ったのです。こうすることで、もし家康が死んだとしても政治の実権は秀忠へと移るだけ、徳川家が天下人を世襲していくということを世に示したのです。さて、こうして将軍となった家康の息子徳川秀忠という人物は、よく言うと律儀者、悪く言うと融通の利かない人だったようです。例えば前回の動画でお話しした関ヶ原の戦いの際には、秀忠は中山道を通って決戦に向かいましたが、途中で真田昌幸の妨害に遭ってしまいます。真田昌幸を無視して関ヶ原へ行くという選択肢もあったはずですが、ここで秀忠は律儀に相手をしたせいで関ヶ原の戦いには間に合いませんでした。他にも秀忠といえば奥さんも有名です。秀忠の奥さんは崇元院と呼ばれる女性で、一般にはお郷という名前で知られています。今まで何度か出てきているので振り返りになりますが、お郷は浅井長政とお市の娘なので織田信長の姪っ子にあたりました。いわゆる浅井三姉妹の一人ですね。そんなお郷はなかなか激しい性格だったらしく、秀忠が側室に子供を産ませるのを許さなかったと言われています。ドラマや小説では鬼嫁のような描かれ方をされることが多いですね。先の話にはなりますが、そんな秀忠とお郷の間に生まれたのが後の江戸幕府三代将軍である徳川家光です。さて話を戻しましょう。家康から将軍職を譲られた秀忠ですが、将軍となったからといって政治の実権が秀忠に移ったわけではありません。政治の実権はあくまでも家康が持ち続けました。この時は家康が駿府、現代でいうところの静岡、秀忠が江戸、現代でいうところの東京に住んでいました。このように秀忠に将軍を任せ、家康がそのさらに上の存在である大御所として離れた場所から政治を行った政治形式を二元政治と呼んでいます。ちなみにこの家康と秀忠の下で活躍したのが本田正信と本田正純の親子でした。家康はこの本田親子を通じて秀忠に命令を出し、政治を行っていたのです。さて、当時の政治形式が分かったところで、この頃の具体的な国内政策について確認していきましょう。まずは都市支配についてです。初期の徳川政権が直接支配した地域は江戸や駿府、京都に伏見、他には堺や奈良、伊勢、山田、長崎などが挙げられます。江戸と駿府については先ほど話したので省略しますが、京都といえば朝廷の拠点であり、伏見といえば家康が駿府に移る前に住んでいた政治の拠点です。堺は畿内における商業の中心地、奈良はかつての都、伊勢山田は伊勢神宮の門前町、長崎は国際貿易都市といったように、初期徳川政権は日本中の重要な場所を直接支配したのでした。さて、それらの地域の中でも特に注目しておきたいのが京都です。家康はこの頃京都に城を造営しました。二条城です。京都を守るという目的や
家康が京都にいる時に宿にするという目的で作られたこの城は現在も京都に残っています。おそらく修学旅行などで京都を訪れた際に観光したことがある人も多いのではないでしょうか。さて次は農村の支配についてお話ししていきます。これに関しては秀吉と家康を対比したら分かりやすいので、豊臣政権と徳川政権を比べてみましょう。豊臣政権の農村支配は全国に対して百姓はその土地から動けない、そこで田畑を耕すことに専念しろということを言っていましたが、この頃の徳川政権はそのようなことは言っていません。基本的に各地の支配は各大名に委ねられていました。それぞれの地域にそれぞれのお殿様がいて、そのお殿様が地域を支配しているという状況はこのようにして出来上がっていったのです。さて先ほども言いましたが、この頃の日本は徳川家が力を持つのか、それとも豊臣家が力を取り戻すのかという2つの家の間で権力が揺れ動いた時期でした。このような時期に気になることは、朝廷がどのように対応したのかということです。ここで知っておいてほしいことは、当時の公家たちは評判が悪く、朝廷内部の風紀が乱れまくっていたということです。そのような朝廷を見て家康は徐々に圧力をかけていき、朝廷への影響力を強めていきました。当時の天皇であった後陽勢天皇はもともと神経質な性格だったこともあり、何かにつけて幕府に相談しなければいけない状況に不満を持ち始めます。最終的に後陽勢天皇は息子である琴仁親王に上位しました。この人物が後水尾天皇です。しかし後水尾天皇の時代になっても公家の評判は悪いままでした。これはまずいと考えた家康は公家の風紀を正すべく公家たち大将の掟を定めました。これが公家諸法度です。内容としては、公家は自分の家の学問に励むべき、この掟を守らなければ流罪にする、その処罰は武家が執行するという内容でした。こうして幕府は朝廷に対して干渉するようになり、公家の統制を行い始めたのでした。さて今までは国内に目を向けてきたので、次は国外に目を向けていきましょう。当時沖縄は琉球、北海道は蝦夷と呼ばれていて国外扱いされていたのですが、家康はこれらを従えることによって徳川政権の権威づけに利用しました。外国も徳川家に従っている、徳川家はすごいんだと思うような状況を作り上げたのです。特に琉球は家康にとって重要な場所でした。なぜかというと、家康は明との交易を再開したかったからです。当時琉球は明から冊封されていた、つまり明に侵従していたので、家康は琉球を経由して日明関係を改善しようとしたのでした。しかしこの作戦は琉球王国が仲介役となることを拒否したことから失敗。結局島津氏が幕府の了解を得て琉球へと侵攻し、琉球王国を降伏させましたが、明としてはさらに日本を警戒するようになってしまいます。こうして日明関係は改善されず、国交復活には至りませんでした。しかし秀吉の朝鮮出兵以来関係が悪化していた朝鮮とは講和を結ぶことができています。家康が国外とは友好的な関係を持つようにしていたということもありますが、朝鮮の北方で女真勢力が台頭してきたので、朝鮮としても対日関係を安定させたいと思っていたのでしょう。そのような思惑が合致して日朝講和は成立しました。江戸時代の国外政策というと、いわゆる鎖国の印象が強い人も多いと思いますが、その前段階ともいえるキリシタン禁令についてお話ししておきます。あるところに岡本大八という人物がいました。岡本大八というのはこの動画の序盤でお話しした家康の側近である本田正純の家臣です。つまり家康の部下の部下にあたります。彼には有馬晴信という友達がいたのですが、有馬晴信は大八に対して敵を倒したから褒美をくれ、これは上司に取り継いでもらう手数料だと言ってお金を渡していました。その回もあって有馬晴信は岡本大八から家康の手紙をもらうことに成功しますが、いつまでたっても褒美がもらえません。不審に思った晴信は本田正純に直接手紙を送ったところ、そんな話は知らないと言われてしまいました。どういうことかというと、岡本大八が家康の手紙を偽造して
有馬晴信からお金を巻き上げていたのです。こうして岡本大八と有馬晴信は裁判に突入しましたが、晴信を逆恨みした大八は晴信を道連れにしようとして、晴信は以前家康のお気に入りの人物を暗殺しようとしたことがあるとばらしてしまいます。この密告は事実だったらしく、結局この裁判は有馬晴信が切腹、岡本大八が火あぶりとなり決着しましたが、運の悪いことにこの2人はキリシタンでした。もともとキリスト教をよく思っていなかった家康は、2人がキリシタンだからこのような悪事をするのだと考えて、日本全国にキリスト教を禁止する命令を出したのです。ここから江戸時代のキリスト教弾圧が始まっていったのでした。さて、いかがだったでしょうか。江戸時代初期はこのような雰囲気だったのですが、重要なことは徳川家と豊臣家どちらが天下を取るかはこの段階では分かっていなかったということです。結局徳川家が豊臣家に対して下につくように迫りましたが、豊臣家がそれを拒否したことにより戦いが起こります。ということで次の動画では大阪冬の陣についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。